こんにちは、パラピです。よろしくお願いします。このチャンネルでは日常生活の中にたくさんある皆さんが感じる疑問について主に流体力学の視点からお話しします。世の中の物質は気体、液体、固体の形態をとりますが、このうち気体と液体の動きについての学問が流体力学です。身の回りの至るところに存在してますよね。これらの動きについて流体力学ではどんな考え方をするのか、できるだけわかりやすく少しディープなところまでお話ししていきます。つい先日7月18日に京都アニメーションというアニメ制作会社のスタジオの一つが一人の人間によって火災に遭いました。で、この収録をしている時点で34名の方が命を落とされたとのことです。個人的にも絶対にあってはならない事件だなと思います。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。で、連日の報道で徐々に事件の概要が明らかになってますが、その中で爆燃現象という言葉があったのを覚えておられるかと思います。で、この爆燃って何ぞやということを今日はお話ししたいなと思っています。で、こういう事件はとにかく忘れられちゃダメだと思うんですね。で、少しでも人々の記憶に残る話ができればなということで、急遽お話しすることにしました。爆燃の爆という字から勢いよく爆発が起きて一気に火が回ったというイメージをされると思います。言葉の定義の話になりますが、爆発っていうのは、燃焼などの分野ではその、激しさ、厳密に言うと爆発しているところとしてないところの境界面に衝撃波が形成されているかどうかによって2種類に分けられています。で、激しい方、衝撃波が形成される方が爆豪で、されない方が爆燃と呼ばれていて、爆燃の方が弱いです。で、爆豪っていうのはもう軍事用の火薬とかを使って起こすような規模のもので、秒速数キロメートルのスピードで範囲が広がっていきます。爆燃はこれよりは遅くて秒速数メートル程度で火炎が広がっていくっていうようなイメージです。ただこのスピードでも大体の人間が全速力で走るよりは速いので、逃げるのは困難だと思います。じゃあこの爆発範囲が進むっていうのはどういうメカニズムなんでしょうか。で、まず、燃焼っていう現象がどうやって火を使って起こされているのかっていう条件を説明します。これは3つあって、1つ目がまず燃料があること、2つ目が酸素があること、3つ目はこの燃料と酸素が引火するための温度、引火点っていうんですけど、それを超える温度になっていることです。で、ちなみにこの引火点と発火点っていうちょっと紛らわしい言葉があるんですけど、発火点っていうのは引火点よりも高い温度で、火がなくても勝手に燃焼が始まってしまう温度になります。じゃあ今回のケースで考えてみましょう。で、一つ目の条件は、残念ながら簡単に満たされてしまってます。今回はガソリンが燃料として使われました。で、ガソリンの怖いところって非常に揮発性が高いところなんですよね。今回は第一スタジオの1階にガソリンが巻かれたので、1階全体が、そのガソリンの分子、燃料の分子で覆われている状態になってしまうんですよ。で、ガソリンっていうのはマイナス40度でもどんどん揮発し始めてしまうので、常温の室内にばらまかれたら揮発を防ぐというのは不可能です。で、ちなみに日本で流通するガソリンはパッと見て判別できるようにオレンジ色に着色することを義務付けられています。そして条件2つ目、当たり前ですが酸素は至るところに存在してますよね。で、燃焼が起きるのは酸素と燃料が存在する空間でだけなんですよね。だから仮に全く揮発しない燃料が、こんな感じでバケツのような容器に入っていたとしたら、燃焼が起きるのはこの表面においてだけです。なぜならその部分でしか酸素と燃料が一緒に存在してないから。でもガソリンの場合は揮発性が高いから、その分子が至るところで、酸素と同じような感じで漂っている状況になってしまいます。そのため室内の至るところで燃焼が起きる可能性があるという
非常に危険な状態になってしまいます。で、3つ目、引火点を超えていることですが、この容疑者はチャッカマンのようなものを使って温度を上げたとのことです。これによって燃焼は始まってしまったわけです。で、ガソリンスタンドで静電気除去シートが設置されてますけど、些細なきっかけで燃焼は始まってしまうので、引火点を超えていれば、静電気が引火のきっかけになるからというところがあります。で、ガソリンこぼしちゃった時とか、車に乗られる方だったらたまにあると思うんですけど、その時はもういつ引火してもおかしくないっていう状態なんで、非常に危ないということを覚えておいた方が良いと思います。では話を戻します。で、爆燃っていうのは燃焼によって生まれた火炎が広がっていく現象の一つ、もう一つが爆豪なんですけど、じゃあなぜ広がっていくか。これには、燃焼によって熱エネルギーが生まれていることが関係してます。で、ある場所で燃焼が始まった時、そこでは次のような化学反応が起きてます。まず左辺、燃料と酸素が反応して炭素の酸化物、一酸化炭素とか二酸化炭素とかと水、そして熱エネルギーが発生するんです。で、火炎って熱いじゃないですか。あれはこの熱エネルギーが発生しているからです。で、余談ですけど、世の中には逆に温度が下がるような化学反応っていうのもあります。そして、流体の性質として、温度の高いところから温度の低いところに熱エネルギーは移動するというものがあります。で、これを熱伝導というふうに、呼びます。熱伝導は温度差があると勝手に起きる現象です。熱湯に冷水入れたらぬるくなっちゃいますよね。あれが分かりやすい例です。ある場所で燃焼が起きると、その場所の温度が上がるから、その隣の空間の温度も熱伝導によって上がってしまう。で、やがて引火点を超えると、そこで燃焼がまた始まる。すると、その隣の空間の温度も上がる。の繰り返しで、燃焼して火炎が伝播していきます。この伝播するスピードが爆燃の場合、だいたい数メートル毎秒オーダーなわけです。人が走るより速いっていうことをイメージすると、その恐ろしさがわかりますよね。そして、報道の中に火の手が早く回ってしまった要因として、螺旋階段があった吹き抜けが、煙突のような役割を果たしてしまったってお話がありましたね。気体って温度が上がると密度が下がるので、浮力によって上昇気流が生まれます。で、火が上向きに燃えるのもこれが理由です。燃焼ガス、いわゆる煙も上に行こうとしますが、もしこの吹き抜けがなかったとしたら、煙の行き場がないから、1階は次第に煙で充満していくじゃないですか。要するに酸素の濃度がだんだん下がってくるんですよ。で、これは燃焼が続きにくくなることを意味してます。だから、ゴミ焼却場とか、今回とは違って逆に物を積極的に燃やしたい場合っていうのは、その燃えてる現場から煙を取り除くべきだから煙突をつけているんですよね。今回の場合は吹き抜けが煙を取り除く役割を果たしてしまって、1階からいつまでたっても燃えにくい状況っていうのが生まれてこない。窓から外気、すなわち酸素が入ってきて、燃焼が続きやすいという状況が生まれてしまったと考えられます。ガソリンは揮発性が高いから、もう巻かれてしまった時点でその空間での爆燃は避けられないんじゃないかなと個人的に思います。できることといえば、建物が火が回りにくい構造にするぐらいですよね。あとこれは爆燃が起きてしまった普通の火災の時の話なんですけど、煙って上昇しますから、できるだけ吸わないために、ハンカチを口や鼻に当てて床を這うようにして、横方向か下方向に避難するっていうことぐらいかなと感じました。あと煙はあまりに温度が高かったりすると、一度吸っただけで呼吸ができなくなるっていうことも、あるようです。一番としては、こういう、異常なことが起きないような社会になるのが一番いいと思うんですけど、このチャンネルでは
日常生活の中にたくさんある皆さんが感じる疑問について、主に流体力学の視点からお話しします。もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。